もどうもどうどうももどうもどうもどうも。今オレゴン州に入りましてね、これ見れないよ。今オレゴン州に入りましてね、昨日の夜中にオレゴンに入って今クースベイというところにいます。クースベイに来たこと、一度もありません。ベイだから湾の意味ですよね。ただあっちの方に、反対の方に海があると思いますね。確かにこれ海岸沿いのね、海岸道路って感じなのかな。それでこのホテルに泊まりました。今日のホテルはまたアメリカらしいところ、このレッドライオンホテルですね。こういうところです。大きいんですよ。なかなか部屋の、ね、客室が100以上あるんじゃないのかな。よくこういう昔のホテルと思ってるのはこういう作りですね。入り口でこういう屋根があって、入り口があって、その中で朝ごはんとかはやってる。それと部屋の前まで自分の車で行くという感じのこういうところですね。ところでかっこいい車もあります。めっちゃかっけえ。このフォードトラックはどう？かっこいいよね。 F250 か F350 かな。めっちゃかっこいいトラックです。それとなんか適当にキャンピングカーを止めてる人もいますね。ほら、こういうのはホテルのキャンピングの駐車場に自分のキャンピングカーを置いとくのいいのかな。それとなかなかこういうところに多分止まってないのはスーパーカーたちだよね。あっちにあるのは。でも大体こういう感じですね。かっこいいな。これ遊びに行こうとしてるの懐かしいな。昔よくあっちゃんと行きましたね。こういうところはね、安いというイメージもあるんだろうと思うんで、そんなに安くないですよね。アメリカのホテル、日本のビジネスホテルとか日本の安いホテルの方がよっぽど安いですね。ただ部屋が広いのはねあるんでお話します。$150とか$170なら2万円までは行くか行かないかっていう感じですね。安くはないな。安いと言われているところでもね、最近安くないです。日本のビジネスホテルは1万円、9000円、7000円、8000円、1万ちょっとのその方が全然価値があるような気がするけどね。こういう部屋になります。だいたいどこでもこういうカードですね。こう入ってくるとこういう結構広めの部屋ですね。広い方です。本当にもう狭いところは狭いんだけど、日本の狭さと比べれないんだよね。だいたいこういう感じですね。十分な大きさ、大きすぎって言われてもおかしくはない。ほら、お風呂もだいたいね、シャワーしかないところも多いんですが、ここはお風呂があってこういう感じで、一部のリフォームをしたんだけど、ほらこれがちょっとやばいよな。なんか落ちてきそうな感じですね。こういう古い部分もある。ほら、屋根材とかこの天井の材料とかは汚いんだよね。でも大体こういうところがどこに行っても多い。予約一応入れた方がいいのはいいんだけど、予約なしでも、場所によって夜中にでもベイカンシーって書いてあるんでね、空き室、空室があるというのが書いてあれば、大体何時でもいつでも入れると。料金は分かんないよ。だから事前に調べていった方がいいのはいいですね。古いといえばこれ見て、これいつのものですか。こういうアナログタイプの温度調節機っていうんですかね。これは超古いヴィンテージじゃないですか。ペンというブランドもないと思うし、アンティークだよね。これ売れるんじゃないの。高く。逆に動かないかもしれないけどね。暑かったよね、昨日夜。そう言われてみるとこいつのせいか。これはアメリカの朝ごはんですね。ちょっとね遅れて食べに来たんだけど、わざわざねスタッフの人が
このさんを用意してくれたんだよね。今のホテルって大体どこでもこういう仕組みなんですよね。朝のバイキンが込み込みの価格であるのか。これはアメリカらしいよね。ほら、アメリカのシリアル、フルートループス。これ一応ヘルシーなレーズンブランなのでめっちゃ甘いと思います。それと、これグルテンフリーというのはご存知の方がいますか？これは小麦粉にアレルギーのある人たち用のものです。パン、もちろんある。で、こういうに入ると、ほら、ヨーグルトは大体ありますね。クリームチーズはベーグル用に、あとコーヒーがもちろんありますね。朝ごはんはホテルで食べたね。軽くてね、コーヒーあまり美味しくないんだよね、ホテルのコーヒーは。なのでよくあるパターンが、ここはセーフウェイというスーパーなんだけど、スーパーはね全米同じチェーン店もあるんだろうと思うんだけど、やっぱりローカルなスーパーもある。オレゴンにこのセーフウェイ、カリフォルニアにないな、ニュージャージーとか東海岸にもないような気がするんだけど、このスーパーにスタンドもついてますね。だから便利だよね。でもう一つ、このスーパーの中にスターバーがある。やっぱりスターバーだね、朝になると。だからスターバーはね、その普通のフラリです。こういうところに止めますね。こういうところが一番安全なんだよね。っていうのは、あっちの反対の方に誰も止めれないから、車やられることはね、他のドアにやられることはないからこそいいんだよね。で、単独のスターバックスとかはね、いろんなところにあるんだけれども、やっぱりスーパーの中にスターバーがよく入ってるっていうのはあるので、こういう感じです。ほら、スーパーに薬局もある。普通のスーパーに薬局とシグニチャーカフェっていうのは、これはアメリカン、ほら超アメリカンだよ。これはいいね。やっぱり週末の遊びはこういう感じだよね。ほら、随分な感じ。スケボー好きな人たちがいるんだよね。で、スタバのカフェですね。ほら、シグニチャーカフェ飲んでみましょう。That was fun. That was a lot of fun, man.
本州にあまり来たことないんだけど、見て、こんなに素晴らしいところなんだったんだよね。知らなかった。カリフォルニアからずっとカナダまで続く道なんだけど、時間があれば、もちろん普通の高速道路もっと速い行き方もあるんだけど、でもね、これ見れないよ。これは1号線 ?101 号線かな。とりあえず海岸の道なんですよね。ほら、こういうのも来るよ。ほら、見て。すごい。もう自分の愛車を引っ張りながら、こういうピックアップトラックとマウンテンバイクも、ほら、アメリカンだね。これは。随分。こういうのもばっかり。日本人の方もね、いつも通りのね、ロサンゼルスとかラスベガスというところがあるんだけど、こういうアメリカもね、ぜひ見ていただきたいですね。こういう素晴らしい、綺麗なところ、楽しいドライブ、オープンカーかなんかのかっこいいのはレンタルして、それでこの道路で走れば最高にいいことになりますよね。いい笑顔で日本に帰国できると思います。それよりアメリカはすごいなっていうふうにまた思っていただければスティーブも嬉しいです。よりサムズアップですね。どうも。今カナダに着きました。Here they come. Yeah!